はいどうも、まさるです。最近見出した人はね、俺で言ったらサムライヘアみたいなイメージあったと思うんですけど、しょっちゅうね、髪型変わってるんでね、別によくあることです。あの髪型ね、シンプルにだるかった。まあいいや。ということで今日はですね、こちら、南洋カイワリっていう魚ですね。まあ、魚って冷凍したらどんぐらい味が変わるんかなっていうのをね、もうずっと思ってて、で、1年もね、置いといて、腐んないのかなってね、多分皆さん思うと思うんですけど、これはね、腐らないんですよね。一応マイナス18度以下にすると、細菌の活動が停止するっていう風に言われてます。それでまあ腐らなくなるわけですね。まあ、冷凍した際に味が落ちる要因っていうのは主に2つあって、1つは酸化、もう1つがですね、乾燥ですね。酸化は、空気と触れ合うことによって劣化していく現象で、まあ、乾燥はまあ普通に水分が飛んでパサパサになっちゃうっていう、まあいわゆる冷凍焼けみたいな、感じですね。まあ、酸化すると魚って臭くなるんですけど、まあ、酸化を防ぐために空気から身を守るために皮をねつけたまま冷凍してました。で、あとはね乾燥を防ぐためにまあその皮をつけたっていうのもあるんですけど、袋中に入れて密閉しておきました。で、これをやったんで、まあ酸化と乾燥を割と防げたんじゃないのかなって思うんですけど、まあ、どうなのかっていったところですね。まあ理論的には良かったんですけど、そっから調理するのめんどくさくて、さばきがなかなか起きなかったですよね。はい。ではね、まず解凍していきましょう。はい、解凍が終わりました。開けていきましょう。結構ドリップが出てますね。まあドリップっていうのは魚とか肉とかを解凍した時に出てくる汁のことを言うんですけど、なんか冷凍サーモンみたいな匂いしますね。ちょっと干物っぽい。思いのほかドリップが出てるな。このドリップが臭いんで、まあ1時間ごととかにね、巻き替えてあげた方がいいですね。でも意外と状態は良さそう。氷が溶けてようやくね、姿が見えました。こちらの魚、まあ皆さんあんまり知らないんじゃないのかなと思うんですけど、南洋カイワリっていう魚ですね。めちゃくちゃ美味しい魚です。はい。僕の中では、アジ科の中で一番美味しい魚だと思っています。で、アジ科って何？ちょっとわかんねえと思ってると思うんですけど、もう有名どころで言うと、ブリ、ヒラマサ、カンパチ、あとマアジですね。このそうそうたるメンツを抑えて、こいつが一番うまいと僕は思っています。そう、なんで今回の企画にね、結構ぴったりなんですよ。もともとめちゃくちゃうまいんで、冷凍して美味しくなかった場合は、冷凍の種類が悪いっていうのはね、ちゃんとわかるんで、まあいいのかなと思いました。まあもったいないですけどね。ちょっとね、干物っぽい匂いがするんですよね。嫌な臭みではないんですけど、ちょっと臭みは出てますね。多分ね、焼いたら絶対うまいと思うんですよ。なんですけど今日はですね、あえてしゃぶしゃぶにしてみようかなと思います。それではまずね、観察していきましょう。はい、こんな感じで、まあ全体像としてはローニ味、まあ GT にホルムっていうのはすごい似てますよね。南洋カイワリの特徴的なのは、鱗取っちゃって見えづらいんですけど、ここに何個か点があるんですね。生きてる時はもっと綺麗なんですけど、この点がね、すごい特徴的で、海の中で泳いでても、まあ、すごいね、綺麗に見えます。で、この背びれと腹びれが、まあ、糸引き味ほどじゃないですけど、まあ、結構長いですよね。アジの特徴として、ここにゼイゴがありますね。硬いです。反対に撫でると指怪我しますね。やっぱ、貝割りって言われるだけあって、ここがね、体高って言うんですけど、体高が高いですよね。で、かなり薄っぺらいです。裏側の方が斑点がちょっと綺麗に見えますね。こんな感じで、点々がね、ついてますね。はい、それでは料理していきましょう。狭いキッチンだな。まず昆布をね、ふやかしときます。はい、それではまず頭を落としていきましょう。胸びれの後ろから身を多く取るためにちょっと斜めにね、入れていきます。どうなんだろう。で、背びれの骨を落とします。と、あとは背骨ですね。ここは関節ですね。これ外れました。あとは、切っていきます。はい、OK。雑な仕事してんな、これ。これ俺がやったんだけど、処理がもう悪すぎて笑うな、これ。全部ね、血を落としとかなきゃ、匂いが絶対移るんですよ。まあ仕方ない。はい、それでは硬いね、ここのゼイゴを取っていきます。ピントが合わないな。
めっちゃ硬いです。どんぐらい硬いだろう。ハサミで切ってみるか。ほら、ハサミでこんな切れないぐらい硬いんですよ。あ、はい、それでは反対側も取っていきます。はい、それではこちらを三枚おろしにしていきましょう。なんかね、身が異常にふにゃふにゃになってますね。皮に切り込み入れていきます。うわ、めっちゃ身びちゃびちゃになってるわ。うわ、びっちゃびちゃだ、身が。身がびちゃびちゃですね。こんなドリップ出るんだ。ほら。すごいびちゃびちゃ。あんま期待できないな。はい、では反対側もやっていきましょう。南洋カよりのアラね、出汁に使おうかなと思ってたんですけど、やっぱ匂いが出ちゃってるんで微妙ですね。多分これは使えないですね、出汁には。一回南洋カは冷凍して食べたことあったんですけど、ここまでね、その身の劣化っていうのかな、水っぽくなってなかったんですけど、解凍してしゃぶしゃぶで普通に全然美味しかったのに、1年置くと水と身が、どんどん離れていくのかもしれないですね、もしかしたら。なんかすごいバカなこと言ってるかもしれないですけど、水がより身から出ていきやすくなるのかもしれない。意外ですね。1年やると水っぽくなるんですね。まあいいや。ここから腹骨と中骨を落としていきましょう。腹骨を落としていきます。で、ここも取っておきます。うわ、めっちゃ身割れするな。で、中骨も取っていきます。柔らか。びっくりした、今。で、なんかね、かなり皮と身が離れてますね。多分手でスッて抜けると思う。無理か。いや、微妙にくっついてるわ。めんどくさいことになった。結構ね、皮目の油も乗ってますね。で、この油が酸化してないかどうか心配ですね。こうすると綺麗に見えるよね。美味しそう。うわ、うまそうだな。こちらポン酢でいただきます。絶対うまいよ。いやー、これが美味しいわ。旨味がなくなって油も臭くなってるのかなって思ってたんですけど、油も全然油としての旨味があるし、その魚本来の旨味も全然ありますね。思いのほか劣化してなかったです。はい、びっくりしました。もし敗因とすれば、ちょっと解凍方法は良くなかったのかなと思いましたね。一応常温でね、解凍したんですけど、常温で解凍するとかなりドリップが出たんで、冷蔵庫でね、長時間かけて解凍させた方が、あんまドリップが出ないのかなと思いましたね。あと凍らせ方もゆっくり凍らせた方がいいとか、早く凍らせた方がいいとか、もあるのかなと思いましたね。
いや、めっちゃ美味しい。やっぱ1年も冷凍させると多少臭みが出てきますね。でもまあ、全然許容範囲ですね。セブンのコーヒーですね。魚とは全然合わないですけど美味しいですね。で、南洋カレーの何がうまいかっていうと、他の魚と比べて旨味が強い感じがするんですね。で、その旨味と南洋カレーの油の味がすごいマッチしてて、魚の旨味プラス魚の油の旨味がもうなんか掛け合わさって、それがめっちゃ美味しくて。これ冷凍しててちょっと臭みあるんですけど、通常の場合全然臭みもないし、その魚特有の癖とかもなくって、で、食感もね、ちょうどいいぐらいの食感で、めっちゃ美味しいんですよ。漁師さんにね、お願いがあります。この魚をもっと流通させてください。俺キロ4000円までなら買う。そんぐらいの価値があると思います。1年間冷凍してこれは、ビビりますね。ちょっと柚子胡椒でも食べますか。いただきます。マジか。マジか。だからポン酢で食べるとやっぱ臭みが消しきれなくって、冷凍したら味落ちるなと思ったんですけど、柚子胡椒で食うともう完全に、この程度の匂いだったら一切なくなっちゃうんで、めっちゃうまいわ。多分ね、この魚のしゃぶしゃぶとか塩焼きとかは、魚嫌いの人でも多分うまいって言うと思う。そんぐらい美味しい。なんでね、皆さんね、南洋かより売ってること多分ね、なかなかないと思うんですけど、もし見かけたら、食べてみてはいかがでしょうか。そういう感じで今回は終わらせていただきます。それでは。